ベクトルには主に3つの表し方があります。この動画ではそのうち最も一般的な表し方である成分表示を解説します。ベクトルには成分があります。ベクトルの成分とは支点から終点にたどり着くまでに X 軸の方向に何マス、そして Y 軸の方向に何マス進むかのことです。前者を X 成分、後者を Y 成分と言います。成分を使ってベクトルを表示する場合、成分を丸括弧の中に左右にコンマで隔てて並べる方法と、角括弧の中にコンマなしで上下に並べる方法があります。例を見てみましょう。ベクトル A は原点が支点で座標 3,2 が終点です。よって、ベクトル A の X 成分は3、Y 成分は2です。したがって、ベクトル A は丸括弧を使ってこのように表示でき、角括弧を使うとこのように表示できます。次の例です。ベクトル B は支点が座標 4,5 で、終点が座標 -1、-3 です。ベクトルの X 成分を計算する際、終点の X 座標引く支点の X 座標をします。よって、ベクトル B の X 成分は -1-4 イコール -5 です。Y 成分も同様に終点引く支点を計算するので、ベクトル B の Y 成分は -3-5 イコール -8 です。したがって、ベクトル B は丸括弧を使ってこのように表示でき、角括弧を使うとこのように表示できます。今日の動画はここまでです。また次回。